こんにちは、絶の矢です。今回は、イオワシの帰り道と仲直りを入り口に、今日先家と考えられる3世代の物語をたどる。でも、初めて触れる人には、曲名と一物名が一度に出てくると迷いやすい。だから考察の前に、イオワシの作品を今回どう読むのか、基本から話そう。今回確認する主要作品の多くでは、作詞、作曲だけでなく、絵や動画もイオワシが手掛けている。そこで私たちは、歌詞だけを抜き出さず、人物造形、構図、小物、動作、例題、別作品での反復を同じ作品情報として読む。一曲ずつでも物語は味わえる。でも、別の曲で同じような髪型やリボン、鏡、鍵、手紙、映画、カセットが現れると、昔の場面が別の角度から照らされる。離れた写真を同じアルバムの上に並べるような読み方だね。ただし、似ているものを全て同一人物や同一世界と決めつけない。今回の確認順は、アプリコット、パジャミ、映画とひだまりと卒業式、大女優さん、キャットファイト、仲直り、帰り道、そしてスリップの制作記憶だ。前半で見るのはリコ。鏡、夢、扉、鍵を通して、失った相手と記憶の中で会い直す人。中盤で見るのはユウ。手紙と映画を使って、失われた関係を連じ直そうとする人。そして後半がマリア。おばあちゃんの声を残したカセットから出発して、再生や再演ではなく、過去そのものへ入り、世界を上書きするスリップへ近づいていく人。ここで大切なのは、これは3つの層を持つ仮説だということだ。作品内で故障や関係が明示されたものは確定。人物造形や特徴的な動作が何度も一致するものは強い示唆。因果を補うために置く線は考察または点線仮説と表示する。桃色の鍵のように、京崎家との直接の血縁を確定できない作品も扱う。それは家系図の証拠としてではなく、扉や鍵が何を意味するかを確かめる比較対象だ。注目してほしいのは、同じ願いが世代を経るたびに違う媒体へ移ること。夢は一人の心の中、映画は他人と見られる画面、カセットは残せる声、スリップは入り込める過去。会いたいという気持ちの解像度がだんだん上がっていく。地図はできた。ここから帰り道のカセットを起点に時間を逆へたどり、リコ、ユウ、マリアが同じ喪失へどんな別の答えを出したのか検証しよう。帰り道で幼いマリアは亡くなったおばあちゃんのカセットを見て聞いてみたいという。もう本人には会えない。でも声なら再生できる。その場面から逆にたどると、リコ、ユウ、マリアという再世代が見えてくる。ただし最初に約束しておこう。血縁も人物童貞も作品内で明示された範囲と映像や歌詞から強く推測できる範囲を分ける。私は点を結ぶ。ノイアは線の種類を決める。実践にできないなら点線。それでいい。この動画は正解発表ではない。今ある材料からどこまで一貫したモデルを作れるかの検証だ。終末期に意識や活力が一時的に戻る現象は英語でターミナルラリー・ラストラリー、ターミナルルーシディティなどと呼ばれる。原因や定義には未解明な部分もあるが、死の直前の一時的な回復という概念自体は医療文献にもある。帰り道でユウはおばあちゃんが亡くなる少し前だけまともに話せたと言っていた。名前を呼んでもらって昔話もできた。だからあの歌は喧嘩した二人の仲直りだけじゃない。人生の最後に訪れた仲直りの日の歌なんだ。題名の公式な語義説明は確認できない。だが例題と劇中状況が一致するため、これは単なる語呂合わせより強い。ここは強い示唆とする。ここで映る老いた人物、髪、黄色いリボン、顔立ち、そしてアプリコットとの反復からリコの老年期と読む材料はかなり多い。ただし一物名が画面で明記されたわけではない。老年リコ説イコール強い示唆。まずはそう置く。そして頬へ触れる手。パジャミーで再会の合図だった動作が人生の最後に戻ってくる。触れている存在がパジャミー本人かは未確定。ただし、同じ人物造形と特徴的な動作の反復には意図を読む理由がある。歌詞には水面から飛び立つくぐいが現れる。くぐいは白鳥の古い呼び名。そして最後には一人になり、偽りのない塩編み、鍵に触れ、歌を歌う。白鳥が死の直前に最も美しい歌を歌うという伝承から、最後の作品や演奏を白鳥の歌と呼ぶ。ラストラリー、白鳥、最後の歌。この3点は独立に同じ終点を指している。つまりカセットはたまたま残っていた録音じゃないかもしれない。仲直りの時間にリコが自分の最後の声を自分で次の世代へ手渡すために作ったもの。録音時期までは確定しない。だが最後に一人詩を編む鍵に触れる歌うという流れは意図的な最終録音を指示する。帰り道では幼いマリアがユウをママと呼ぶ。ここは明示されている。
亡くなったおばあちゃんを老年リコと読むと、リコ、ユウ、マリアの3世代が成立する。3人の違いは、誰を愛したかより、失った時間へどう応えたか。リコは記憶する。ユウは演じ直す。マリアは世界を書き換える。この並びは技術の進歩でもある。本人の痕跡をどれだけ高い解像度で再現できるかが、世代ごとに上がる。でも解像度が上がるほど、受け入れられないことも増える。歌が残れば、声だけでは足りない。映画に姿が残れば、演技では足りない。過去の本人に会えたら、今度は2年後に消えることが耐えられない。アプリコットの最初にあるのは鏡。写真と違って、鏡は何も保存しない。映すのは、今の自分だけ。歌詞には、人生の始まりと終わりを一息で結ぶ短い表現があり、続いて宝箱、引き出し、日々をしまうという保存語彙が並ぶ。時間を恐れる人物が、記憶を収納しようとしている。終盤では、鏡に黄色い布が巻かれる。映る自分を見ないためなのか、過去の自分を閉じ込めるためなのか、保存しようとしたのに、最後は見ることそのものを塞いでしまう。老いた手を未来のリコとする解釈は以前から可能だった。仲直りが公開されたことで、その読みの説明力は上がった。ただし、5の作品が過去作の唯一の正解を確定した、とまでは言わない。イコは若さを保存できなかった。でも老いるところまで生きた。ここが大事。時間に負けたんじゃなくて、時間を最後まで通ったんだ。夢の部屋で、イコはパジャミーと遊ぶ。ここでは、失った人を記録するのではなく、心の中で一緒にいる時間を作っている。夢は外部媒体ではないが、過去や不在者を疑似体験するという機能だけ見れば、スリップの原型に近い。でも扉は閉じている。夢の安全な部屋と、怖い現実の境界。最後には、ここから出なきゃいけない。構造を並べよう。現在から夢へ入り、大切な存在と愛、終了すれば現在へ戻る。スリップはこれを、心理結晶ではなく意識転送技術へ変える。パジャミーでは、目覚めることが成長だった。マリアは、その目覚めを故障させようとする。夢から永遠に覚めない世界を作るために。それは後半で検証する。今は転戦だ。パジャミーの扉は閉じていた。でも桃色の鍵では、自分で鍵を持って、その先へ手を伸ばす。歌詞では、思い出を抱えたまま進むこと、受け取ったものを次へ託すことが中心にある。忘却ではなく継承だ。そして仲直りで、リコは最後に鍵に触れて歌う。扉の鍵だけじゃない。歌う直前に触れる鍵なら、鍵盤でもある。多義性としては成立する。扉を開く鍵、演奏する鍵盤、記憶を複合するキー、カセットへ残された歌は、3つの意味を1つに束ねる。映画、気だまり、卒業式というアルバム名は、パジャミーの歌詞に並ぶ5から取られている。リコの内面にあった夢や記憶が、ユウの世代では映画という外部媒体になる。映画は、見た人全員が同じ時間を再生できる。リコの思い出は、イコの中にしかなかった。でもユウの映画は、他人にも見せられる。ここで媒体の性質が変わる。保存だけでなく、配布と再上映が可能になる。最後の一列だけ、再現が記録を超えてる。だから危ない。ユウは後輩二人に、大喧嘩を演じてもらおうとする。でも脚本の喧嘩が現実の関係へ漏れ、撮影は壊れていく。完成した画面では、ユウが一人で複数の役を埋めたようにも見える。一人三役は魅力的な読みだが、確定ではない。映像内の3人を全てユウと同定する材料が不足している。でもその短い言葉は怖い。画面に自分の顔ばかり増えていくほど、本当の自分だけが消える。手紙箱には言葉があるのに、送り主がいない。映画には姿があるのに、関係がない。その読みは重要だ。本人再現能力が高い媒体ほど、本人不在を隠せる。ユウは失った人物の穴を演技で埋める。そしてキャットファイトには、画角、フラッシュ、伏線、舞台、女優みたいな映画の言葉が並ぶ。あれは完成した映画かもしれないし、映画の筋書きが現実へ漏れた傷跡かもしれない。ユウは人間をプロット通りに動かそうとして失敗する。マリアは世界をプロット通りに動かそうとして、世界から上書きされる。この母娘は同じ失敗を別の規模で繰り返す。映画は終わった出来事を何度でも再上映できる。ただし観客は画面の外にいる。スリップは観客を上映中の映画へ入れる。違うセリフを言える。違う選択をできる。違う結末を試せる。歌詞に巻き戻すやり直す再上映するという編集語彙が現れるのは装置の機能と一致する。スリップは人生を映画として扱う。ただし映像を編集するのではなく、因果を編集する。ユウが作った映画は、現実とずれても作品として残る。でもマリアの作品は、世界そのもの。世界が気に入らなければ、生死に戻される。亡くなったリコの歌が、カセットになってユウへ渡り、
幼いマリアが聞きたいという。ここで初めて、一つのものが3世代を縦に通る。同一人物童貞を採用するなら、カセットは今日先系の記憶媒体だ。本人は戻らないが、再生ボタンを押せば声は戻る。その後、ほどけて壊れた記録媒体が映る。もし同じカセットなら、家族をつないだ声が物理的に切れている。同一カセットかは確定できない。だが配置上、プロジェクト参加による縁の切断と対応する象徴としては強い。マリアは、ただ顔出たんじゃない。自分が誰の娘で、誰の孫だったかを、世界から外すよう求められた。プロジェクトは参加者へ、面の暮らしには戻れない。多くのつながりを断つ、と告げる。そして参加者を透明な犠牲と呼ぶ。秘密を守るだけなら、こんな言い方はしない。家族、友人、学校、仕事、人を世界へ結びつけるものを全部切って、誰からも見えない存在にする。追加モデルとして、円を因果グラフの辺と考える。過去の一人を変えると、その人と結ばれた全員へ差分が伝播する。辺が少ない人間ほど、世界へ与える差分を局所化できる。でも皮肉だよね。世界を救うために拠り所を失わせて、その代わりに組織が友にも母にも拠り所にもなると約束する。後のマリアは、研究所で優しかったのは所長だけだと語る。約束された共同体は、少なくとも彼女の経験では十分に機能していない。幼いマリアは、おばあちゃんにもっと会えたらよかったという。ユウは、死んでいなくても、昔のその人には会えなくなることがあると返す。忘れられたり、関心を失われたりしたら。この会話は二重の予告になる。マリアはプロジェクト参加によって、生きた家族から切り離される。そして後に、上書きも消息不明になる。だからユウの愛する人がいることを忘れないでという言葉は、励ましであり、別れの言葉でもある。忘れないでと言った母の娘が、世界から忘れられるための研究へ入る。この時点でマリアがスリップを知っていたかは不明だ。だが人物史として、喪失への耐性を削る条件は揃っていく。ここからは火を一旦止める。映像で説明された仕様だけを並べる。一般顧客には、過去を高精度な夢として再現する装置として売られる。だが実際は、現在の使用者の意識を、過去の任意時点に存在する自分自身の肉体へ転送する。映像を見るんじゃない。過去の自分の目で見て、過去の自分の手を動かす。そして生死では取らなかった行動も取れる。対象は過去そのものではなく、過去に存在した自分の体だ。自分が生まれる前は直接いけない。夢みたいに見せて売るのは、真の機能を隠すため。その可能性が高い。過去の自分に意識が移動するという機能は、倫理的にも安全面でも問題になりやすい。隠した方が都合がいい。過去で生死と違う出来事を起こすと、一定時間後に強制修正が始まる。これが上書きだ。会話した相手の記憶まで、元の歴史へ戻される。助けられた人も、交わした言葉も、二人で過ごした時間も、なかったことにされる。ただし例外がある。スリップ使用者には、改変世界の記憶がある程度残る。世界は消えるのに、失った記憶だけ増える。マリアにとって、失敗はリセットじゃない。毎回ちゃんと喪失なんだ。ここで古い作品の文法と接続する。物を捨てても記憶が残る。人が死んでも歌が残る。映画が終わってもデータが残る。夢から覚めても感情が残る。スリップでは消された異世界の記憶が残る。研究期間はさらに異常な性質を見つける。改変から上書き開始までの猶予が実験を重ねるほど長くなっている。世界の修正がだんだん遅くなる。研究側は上書きを行う何らかの存在が有限のリソースを消費し、その消耗をリセットできないと仮定する。消された世界は記録に残らない。でも、世界を消した側の疲労として残る。追加の整理をする。発明の代償を人間が払った証拠はない。明示されているのは、過去改変を修復する側がコストを払っている可能性だ。誰かと取引してスリップを得た仮説と、世界修復にコストがある仮説は別に扱うべきだ。じゃあ、交換契約は転戦。修復コストは実践より。正確だ。CM、一般販売、カスタマーサポート、教育現場、映像で示された普及社会は、生死の歴史ではない。スリップで作った実験世界の中で、流通から浸透までを繰り返している。一人が一回使うより、社会全体に使わせた方が、世界は何度も何度も修正を要求される。100万人がそれぞれ過去を変えれば、上書き対象は膨大になる。研究者は、世界の自己修復機構へ意図的に負荷をかけ、有限リソースを枯渇させようとしている。マリアは世界を何百回も殺しているって言いたくなる。表現は慎重に。完遂されたのはスリップ時空内の社会実験だ。それぞれを独立した生命宇宙と呼べるかはわからない。ただ、倫理的負荷が消えるわけでもない。商品版スリープって、連続で1時間くらいしか使えないんだよね。それでどうやって2年の世界を作るの？時計が2つある。1時間は
個人が過去の体へ接続できる時間、約2年は、その行動で生じた異世界が生死へ修正され始めるまでの猶予は、1時間で誰かの運命を変える。意識が戻った後も、その違う世界は2年近く続く。でも最後は消える。なお約2年は過去へ戻れる距離ではない。本人が存在していた時代なら、さらに古い過去を選べる。2年は保持ち時間だ。社会実験世界ではスリップが一般販売されている。つまりスリップで作った世界の中で、さらに多数の人がスリップを使う。時間改変は入れ子になる。その方が、世界へ投げる修正要求を爆発的に増やせる。そして実験世界には、春子となっちゃんと思われる2人が学生として現れる。2人が言う世代なら、マリアより上の世代だ。マリアは自分が生まれる前の体へはいけない。だから実験者はマリア一人じゃない。報告も同期間という、年長の研究者が自分の存在した過去へスリップして実験世界を起動したと考える方が自然だが、これも確定情報ではない。でも上書きされたら、会社も学校も統計も全部なかったことになる。258回分の結果、どうやって残したの？唯一明示された抜け道は、スリップ使用者へ改変世界の記憶が残ることだ。実験世界内で解析し、研究者が結論を記憶したまま生死へ戻れば、次の実験へ知見を渡せる。ここでも、人が媒体になる。今度はカセットじゃなくて、研究者の脳がカセット。ただし精密な生データ、映像、数値表をどう保持したかは説明されていない。記憶だけでは再現性に限界がある。ここは重要な未解明点だ。京崎は上書き所長。かつてこの理論に名前を付けた人として語る。確定しているのは、上書き理論の命名、研究責任、そして後の試作機独断仕様だ。上書きが一人でスリップをゼロから発明したとは言われてない。そう。理論家、責任者、発明者、装置製作者は分ける必要がある。人類の範囲を超える技術に見える。という直感は理解できるが、未知の超越存在との取引を示す直接描写はない。装置を作ったものと、世界を元へ戻すものも、同じとは限らない。そこが重要だ。スリップは人間側の侵入装置。上書きは世界側の訂正機構かもしれない。両者を一人の神にまとめる必要はない。ザ・メイキングの最後にいる赤い上書きは、スリップの報告を見ても、見たことも聞いたこともないという、マリアのことも知らない。一方のマリアは、上書きが3年後の同時実に試作機を独断使用し、それ以降の時空で消息不明になると知っている。だからこの会話自体が、未来のマリアが若い自分の体へスリップして作った異世界と考えるのが自然だ。上書きは初対面。でもマリアにとっては、何十年も探してきた相手。会話の温度差が残酷すぎる。そして独断でという語は、装置が組織所有であり、正規目的とは違う個人的理由で使った可能性を示す。上書きは、過去のバス停で君に、バスへ乗らないでと頼む。未来の曲を自分のピアノ演奏で録音して聴かせる。そしてマリアは、あのしみったれたバス停からあなたを引き剥がすという。君に何が起きたかはわからない。死亡、事故、生き別れ、忘却、関係断絶、帰り道が示す通り、喪失は死に限定できない。つまり、試作機を使う直前に止めても、根っこは残る。上書きはまた別の日に、別の方法で過去へ戻ろうとするかもしれない。試作機使用は原因ではなく、バス停から続く因果の結果。このモデルなら、マリアが最後の一日ではなく、バス停を変えようとする理由を説明できる。上書きも、マリアと同じなんだ。先に誰かを失って、過去へ戻る装置を手に入れてしまった。ここは2つの因果を分ける。スリップの研究は、世界滅亡を覆す公的プロジェクトから生まれた可能性がある。一方、上書きは完成した試作機を個人的な喪失へ使った可能性がある。面接官の髪型や輪郭は、上書きによく似ている。でも、同一人物とは明言されていない。もし面接官の上書きなら、彼女はマリアをプロジェクトへ招き、組織が家族の代わりになると約束した人物になる。そして後に、研究所で唯一優しい所長になる。マリアは祖母を失い、母や家族から切り離され、最後に新しい拠り所の上書きまで失う。だから彼女の執着は、恋愛か尊敬かだけじゃなく、何度も家を失った人の反応に見える。上書きが消える1年前へ行って、試作機を使わないでって説得すればいいんじゃない？一時的には可能かもしれない。だが改変世界は約2年後に上書きされる。マリアが欲しいのは、2年間だけ上書きがいる世界じゃない。しかもバス停から失踪までが十数年以上なら、根元原因を変えても、その改変を全期間保持しなければ、失踪へ至る生死が復元される。だからもうすぐは、3年目が近いという意味じゃない。何百回もの実験で、保持時間がバス停から失踪まで届きそうだという意味かもしれない。その解釈は成立する。ただし初期猶予や伸長曲線は不明だ。258回に平均期間をかけて、
マリアの主観年数を断定してはいけない。研究期間の最終目標は、過去改変を恒久的なものへ変えること。上書きまでの猶予を無限へ伸ばし、一世界を新しい生死にする。それができれば上書きを救える。でも同じ技術で、滅亡する未来の原因も消せる。マリアの私的目的と、組織の公的目的が同じ技術課題に収束する。上書き一人を恒久的に救うことと、世界を恒久的に救うことが、上書き機構の枯渇という一点で重なる。世界を救うために上書きを使ってるのか、上書きを救うために世界を使ってるのか、もう分けられない。熱意上では、送り先もない言葉を手持ちの記録装置へ残す。リコのカセットは、一人の人生の終わりから次の世代へ届いた。こっちは、世界の終わりに、届く相手すらいない。歌詞では、消去しても残るもの、反復、記録、迫る終末が強調される。スリップの上書きと主来的に接続する。滅亡回避プロジェクトが防ごうとしているのは、滅以上の未来。候補にはなる。ただし人物、装置、時系列を直接つなぐ証拠はない。強いテーマ接続候補に止める。なお公式メガボルト説明でも、足立レイはイオアガールズではないと明記されている。キャラクター同一視は避ける。上書きする存在って、MOE だったりしない。人間になりたがっていて、過労していて、世界の外側から見ているような存在。歌詞には、人間になりたい、神、過労、世界滅亡、数億年といった語彙がある。有限リソースを使い続け、人間へ近づくという読みは物語として成立する。じゃあ実践。点線、MOE とスリップを直接結ぶ描写はない。異性に行こうね、地球の裏にも人外、計測、地球外部、終わらない生命といった近い語彙があるが、同一宇宙の証明ではない。覚えておこう。でも赤線にはしない。コンフィデンシャル画像から装置の正確な形はわからない。四角い筐体、円形部品、表示灯らしきものは見えるが、モザイクが強い。見た目が記録機器に似ていても、スリップイコールカセットプレイヤーとは言えない。より説明力が高いのは、機械の外形ではなく機能の比喩だ。世界をマスターテープ、スリップを再生、巻き戻し、編集するデッキと考える。でも削除しても、使用者の記憶と、上書きする側の疲労は残る。その残差を258回積み上げ、マスターテープそのものを書き換えられる地点を目指す。それが高級スリップモデルだ。仲直りでは、好きなものを作り、小さくして持っていく。帰り道では、葬儀を、カータイも悲しみも小さくして持っていく儀式だと説明する。ここから媒体を、喪失の圧縮方式として読める。人生そのものは持ち運べない。だから箱、写真、手紙、歌、カセットを例外、情報を小さく圧縮する。リコは、圧縮すると失われるものがあると知っていて、それでも歌を残した。マリアは、圧縮損失を許せない。声だけじゃなく、本人を可逆圧縮したい。しかし世界は生死という原本からの差分を検出し、エラー訂正のように戻す。スリップ研究は、その訂正能力へ繰り返し負荷をかける試みとも言える。この短い追句、今日先家の家系図そのものに見える。花としての一人は朽ちる。でも枝葉として、子や孫、声、仕草、選択が残る。植物の火を家計読むのは考察だ。ただし釘が飛び立ち、枝葉が残り、歌がカセットへ移る流れは、古代の死と情報の継承を一貫して描く。プロジェクトは、その枝を切る。マリアを因果から透明にするために。それでも完全には切れない。マリアが上書きを救おうとする動機には、リコとユウから受け取ったいなくなった人をどう残すかという家の問いが残っている。リコとユウも、マリアみたいにスリップ的なものを使っていた可能性は。スリップ的を2つに分ける。文字通り装置を使ったという意味なら、現時点で証拠はない。リコが幼少期や老年期に装置を使った描写、ユウが過去の体へ意識転送した描写は確認できない。でも、機能の比喩なら、使ってる。リコは夢で再開し、ユウは映画で再上映する。そう、物理装置としてのスリップ使用イコール根拠なし。スリップへ至る文化的、心理的な原型イコール強い主題接続。ここを混同しなければ、仮説は有効だ。装置は突然出てきた。でも欲望はずっと前からあった。リコはパジャミーと別れた。大人になった。老いた。最後に再会したように見える。でも過去は変えなかった。ユウも過去を映画再現したが、現実そのものは改変しなかった。マリアだけが、記録や再現ではなく、本人の恒久的な救出を選ぶ。リコの答えは、失った時間を持ったまま生き切ること。マリアの答えは、失ったという事実を静止から消すこと。だから3世代の進化は、技術の進歩であると同時に、別れを受け入れられなくなる過程でもある。でもマリアが最後に救おうとしているのは、一人だけじゃない。上書きを救う方法が、そのまま世界を救う方法になってしまった。最後に、
わからないことを残す。世界はなぜ滅亡するのか、誰が予測したのか、プロジェクトの創設者は誰か、スリップの工学的発明者は誰か、上書き理論はどう生まれたか、上書きがバス停で失った君は誰か、なぜ試作機から帰還できなかったか。258回分の精密データは、同生死へ残ったのか。上書きする存在は何か。有限リソースが尽きたら、自由になるのか。それとも、世界が壊れるのか。MOE や熱以上と本当に同じ宇宙なのか。ここをうずめれば、考察は完成したように見える。だが証拠がない。イオア作品では、古い象徴が数年後に人物史として意味を変える。今は空白の形を保存する方がいい。じゃあ、空白も記録媒体だ。次の作品が入るための。結局マリアは、世界を救いたかったのかな。少なくとも、研究の最終目的はそこへ接続している。私は、上書き一人を救いたかっただけなんじゃないかと思う。その二つは、もう同じ問題になっている。一人を取り戻すには、世界を書き換えるしかないから。そういうことだ。